今回の動画ではギターを半音下げにしたりできるドロップについてマルチエフェクターで実現した場合と徹底比較します。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。ピッチシフターを通してチューンダウンした時に音程だけじゃなく音質まで落ちちゃってるってことありますよね。今回はそれらについて聴き比べと測定をして完全解説していきます。ギターの半音下げやダウンチューニングでいちいちペグを回したり別のギターを用意しておくのが面倒な時にデジテックのドロップを使ったりマルチエフェクターに入っているピッチシフターで対応するってことありますよね。ライブにチューニング違いのギターを何本も持っていくのは大変ですし、ピッチシフターって便利だなとは思います。でもなんか音がぼやける、コードを弾くとケロケロする、弾いた時に微妙な遅れを感じるって思ったこときっとあると思います。今回は僕が自作した音響測定ツールを使って定番のドロップから手持ちのマルチエフェクター5種、計6機種のピッチシフターの実力を徹底測定していきます。もちろん測定だけじゃなく聴き比べもやっていきますのでお楽しみにしてください。測定も音の遅延だけではなく音質劣化やノイズの正体をバッチリ可視化していきますのでぜひ最後までお付き合いください。今回のメニューはこちらです。測定の概要、各機種の聴き比べ、各種分析、まとめ。それでは行ってみましょう。評価系はざっとこんな感じです。PC の自作測定ツールトーンベンチからテスト信号や生ギターの音を出してそれをエフェクターを通して戻ってきた音を録音して解析したり聞き比べたりします。細かい測定条件などはここでは説明しません。あくまで一個人の民生品レベルの測定ということで研究室レベルの精度ではないことをあらかじめご了承ください。で、難しいことは抜きにして今回画面に出てくる図の見方は次の3つだけ覚えてもらえれば OK です。スペクトログラムは周波数を視覚的に表しています。斜めに明るい線がきれいに出ているほどいい状態です。直線以外に出るモヤモヤだったりこういう線、これらは本来出てほしくない音です。インパルスの音はピッて音を短く一発だけ入れた時の応答波形です。入力した波形から遅れずに同じような波形が返ってくるのが望ましいです。周波数特性はピンクノイズを入れた時の音のフラットさを評価しています。注目するのはこの白い線で、この線が右肩下がりに直線に近いほどいい評価になり、これがまっすぐ右に伸びるほど音の明るさや伸びがあります。あとは同じギターの生音に対してそれぞれのエフェクターをかけた時の録音を切り替えながら聴き比べるプレイヤーの機能も作ったのでそれを使って聴き比べていきます。ということでテストトーンでのレイテンシー測定、ピンクノイズの周波数特性、スイープ信号でのエイリアスノイズやスペクトラムの確認、リアンプによるエフェクター違いの聴き比べ、これらをやっていきます。それでは早速聴き比べからいきましょう。今回ピッチシフターとして使うエフェクターはこちらの6種類です。リファレンスとしてデファクトスタンダードであるデジテックのドロップ、マルチエフェクターはうちでは最新のソノラブストンプステーションプロ、大ヒットであるズームのマルチストンプ MS50G プラス、こちらも大ヒットロングセラーのボス GT1、ホットトーンブランドからベイルトンの GP50 とソニケーキのスマートボックスです。これらはピッチシフター機能のみを有効にしていて、音作りはその後段にソラン、タイニーストンプをハイゲインで接続しています。これから順に聴いていきますが、演奏は全て同じデータを使っています。聴き比べの最後には切り替えながら聴いてみます。それでは行ってみましょう。
それではどんどん切り替えながら聴き比べてみましょう。さらにバッキングがある場合にどうなるか聞いてみましょう。まあこんな感じでした。いかがでしたでしょうか。やはりデジテックのドロップは一番よどみが少ないなと思いました。他の機種も多かれ少なかれ音がぼやけるような印象がありつつも、大きく破綻したり遅れすぎて使えないってことはないかなって思いますね。ではこの音質差を測定結果で見てみましょう。まずはですね、ギタリストが一番気になるレスポンス、レイテンシーから見ていきましょう。結果はご覧の通り、水色のグラフがレイテンシーで短いほどいいです。驚異的な数字を出したのがソヌラブストンプステーション。レスポンスの速さだけで言ったら爆速でした。人間がレイテンシーを感じる境界線と言われる10ミリセックの壁を余裕でクリアしてきています。続いてドロップ、GT1、安価な機種も比較的検討しているかなっていうところだと思います。まあこのぐらいの遅延であれば、遅延はあるけど演奏はできるっていう限界ラインには踏みとどまっているかなっていう印象ですね。で、ここで注目なのはこの赤のラインですね。これは測定ごとのばらつきになります。つまりこれが大きいと時間的なばらつきが大きい、揺らぎがあるっていうことですね。音の出るタイミングが5ミリセック以上揺らいじゃうっていうのは、音がプツプツ細切れに切れちゃうことにもつながってきてるんだと思います。ドロップはこの揺らぎが極端に少ないので、自然な音色に聞こえてるんだと思います。では続いてはそのレスポンスの波形を見比べてみましょう。画面の横軸は機種ごとにスケールが違うので注意して見てみてください。上の段が基準の信号、下がエフェクターを通ってきた信号です。この2つの時間差が少ないほど望ましいし、波形も同じような形なのが望ましいです。デジテックのドロップは約15ミリセック。信号の波形も綺麗に一つだけ山形になって出ているので理想的と言えます。
ソヌラブのストンプステーションプロは約7ミリセックと時間は速いんですけど、信号の波形がうねうねっとなっています。入ってきた音に対して余計な音がついてしまっているような感じですね。これは速さを最優先した結果、音の頭、アタック感が少し波の中に滲んでしまっている特性を表しています。ボスの GT1 は 13.8 ミリ、波形も綺麗な山形をしているんですけど、注目すべきはこの後ろにもう一つ出ているゴースト。ダウンチューニングした時になんか輪郭がぼやけると感じる正体はこれになります。常にうっすらショートディレイがかかっているような状態に聞こえちゃう。安いマルチの限界がこのアタックのにじみに現れています。同様のゴーストがベイルトン GP50 やソニケイキのスマートボックスにも現れていました。変調がかかっているように聞こえるのってこのショートディレイの成分が重なっているからなんじゃないかなって読み取れる、そんな測定結果になっています。そしてズーム、一番今回レイテンシーが長かったですが、こちらもソヌラブと同様に波形がうねうねとなってしまっていますね。これも音が濁る原因だと考えられています。なので波形が綺麗でかつゴーストが出ていないっていうのはデジテックのドロップだけっていう結果でした。次に周波数特性についても見てみましょう。これは音の抜け感やチリチリ感に関わってくる部分です。水色のギザギザの線では傾向が分かりにくいので、平均化をかけて見やすくしたのがこの白い線になります。ここで一番激しい波形を描いたのが Zoom の MS50G プラス。この周波数特性を見ると、ギターの一番美味しいハイミッド3キロから7キロ周辺がガクンガクンと陥没してるんですよね。これはピッチシフト処理時に発生する位相の打ち消し合いが起きているんじゃないかなって考えられます。さらに 8kHz 付近には変調ノイズの突起が溜まっているので、音の芯は引っ込んでいるのに耳元でチリチリうるさいっていう現象が起きているように読み取れます。 GT1 は広域まで白い線がよく伸びていますが、それ以外のいずれの機種も広域はロールオフされていて、広域のノイズの発生を積極的に抑えているのかなっていう印象がありますね。ソヌラブは13キロぐらいまで伸びていますが、多くの機種は8キロから10キロくらいのところにフィルターがかかっているようです。では最後にスイープ信号のレスポンスを見ていきましょう。このグラフは入力する音の周波数を徐々に上げていった時の出力の周波数を見ています。理想的には左下から右上まで明るい線がビシッとまっすぐ1本だけ細く出ていて、他のところは真っ暗になっている、その状況が一番ノイズや余計な音が出ていない状態になります。ドロップは今回の中でトップクラスによく聞こえていましたが、それがこのグラフにも現れています。この黄色い線がまっすぐに伸びていて、少し折り返しノイズは発生していますが、全体的に綺麗です。ソヌラブは折り返し歪みが少ないので、斜めの線以外の領域がとても綺麗なのが特徴的です。つまり余計な音は出ていません。ただよく見てみると、この黄色い線には明るさの強弱がうっすら出ているので、ところどころ弱くなっている一定ではないのかなっていうふうに読み取れます。これは音としては少し音量が揺らいだり揺れているように聞こえたりするのにつながってきます。 GT1 は 4kHz 入力ぐらいまでは比較的余計な音が出ていない印象ですが、高い方にはごっそりと折り返し歪みが出ています。これはテスト信号が実際のギターよりも強い広域の音を扱っているせいもあると思うので、実際のギターの演奏ではそこまで問題ではないかもしれません。それよりもむしろ黄色い斜めの線が途中で途切れてしまっているところがありますよね。こっちの方が問題で、音が細かく途切れているということになります。ブツブツ言っているように聞こえるのが可視化されました。GP50 とスマートボックスは傾向がそっくりで、同じホットトーン系のブランドなのでアルゴリズムも同様なのかもしれません。黄色い線が途切れ途切れになっているのは GT1 と同じですね。さらに黄色の線の上に同じように斜めの線が出ているので、これは高調波が出ている、つまり歪みが生じているっていう風に読み取れます。妙な金属っぽさはこれが原因じゃないかなって思います。このように歪み成分が見えているのはこの2機種だけでした。
最後、ズームの MS50G プラスですが、これが一番黄色い線がぼやけています。他の機種と見比べても、黄色の上下にたくさんもやがあるんですよね。余計な音が多いということが可視化できています。あと、こちらも明らかに断続していることがわかりますね。このように音がぼやけるっていうことも可視化できたかなって思います。はい、それではまとめていきましょう。今回の結果をマッピングしてみました。やっぱりトップはデジテックのドロップ。さすがデファクトスタンダードになる専用機ですね。音質は最も自然で波形も綺麗でした。レスポンスは爆速っていうほどではないですけれど、十分実用に頼る速さで堂々の最高品質として評価しています。次点はソヌラブのストンプステーションプロ。こちらは2026年7月のファームアップでポリフォニックピッチシフターに対応したばっかりです。レスポンスは最高でしたが、音質面ではドロップには及ばなかったなと思ってます。今後のさらなるファーム更新に期待しておきましょう。3位以降は団子状態ですが、歪みのない素直な音質ということで GT1 の方を3位にしました。でもドライブサウンドで使う場合はこの差はあまり気にならないかもしれません。最下位は MS50G プラス。この中では一番ぼやけて聞こえたし、測定値的にも最も遅くてスペクトルも汚かったです。まあそれでもバンドサウンドの中ではまあこんなもんか的に、ギターを2本持ち歩くよりもこれで済ませちゃおうって、そういう風に妥協できるレベルではあると思います。なので3万円の専用機か、それとも安物のマルチか、価格差もありますが、こういった1万円台の機種でもライブでピンポイントに使う道具としてはまあ十分成り立っているレベルだったんじゃないかなって思います。ということで結局専用機のドロップが最強ってところは分かりきっていたところですが、他の機種がどれほど肉薄できるのか、全然迫れないのかってところを聞き比べだけじゃなく測定結果としてもお届けしました。いかがでしたでしょうか。結構面白かったんじゃないかなと思います。今後もこの観点を追いかけていこうと思います。次回はですね、音程をどんどん下げていくとどうなるのっていうところを深掘りしてみたいと思います。他の機種も見てみたいという方はぜひエフェクターを貸してください。高級マルチとかボスとかソーラーの新しいやつとかぜひ見てみたいんですよね。まあ持ってないんですけど。はい、それでは今回の動画は以上になります。この動画が面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価、あとハイプですね、そちらもよろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。